ここ白見は人口が100人にも満たないけれど、心温かい人々が暮らす静かな里山。集落には一軒だけ商店があり、必要なものはみんなで分け合う。買い物は少し遠くの町まで車で40分。けれども、ここには都会にはない豊かな自然と穏やかな時間が流れている。今日はそんな白見の春の恵み、よもぎを摘みに行こう。白見の朝は神楽の里のゆず茶を味わうことから始まる。湯気をまとい立ち上る柑橘の香りが眠っていた五感をゆっくりと呼び覚ましてくれる。ビタミン C が豊富な柚子はまるで内側から光を灯すようにじんわりと体を温め肌を潤してくれる。縁側に腰を下ろし朝日を浴びながら青田真美さんの普通の暮らしを美学するを静かに開く。住む場所から使うものまでなんとなくこれでいいやで選ぶのではなく、本当に自分がいいと思えるものを選び取る作業を繰り返していくことで自分が幸せだと思える生活を目指すのです。という一節。幸せな生活は小さな選択の積み重ねで作られるのだと再認識した。鳥のさえずり、木々のざわめき、そしてゆず茶の温かさ。何気ない日常の中に都会では決して味わえない静かで豊かな時間が流れている。春の息吹を探してよもぎ摘みへ。葉裏が白く葉先がギザギザのものが柔らかい証。足元には春の野草たちがまるで競い合うように咲き誇っている。よもぎは古来食用や薬用に利用され、クロロフィルやミネラルが豊富。ふと足元を見ると仏の座の群生を見つけた。よもぎと一緒に摘んでいこう。少し歩くと鮮やかな黄色の菜の花が咲いている。天ぷらにすると美味しいのでこちらも少し摘んでいこう。摘み取ったばかりの菜の花。里山の恵みである東村産のタケノコ。春の光を浴びて甘みを増した新玉ねぎ。そして海から届いたばかりの白魚。これらの春の食材たちが黄金色の衣をまとい、至福の天ぷらへと姿を変える。ご飯は東村の豊かな大地で育まれた振り生えの米。その一粒一粒に太陽と大地の恵みが凝縮されている。お米は炊飯器に任せて下処理に精を出す。摘み取ったばかりの菜の花はまだ土の香りを残している。その緑のつぼみを傷つけないようにそっと冷水に浸す。東村のタケノコは里山の息吹をそのままに包丁によって細かな姿へと変貌する。取れたてをすぐに処理しているからえぐみが少なく風味が強い。神楽の里でもすぐに売り切れてしまうほどの人気商品。さあ、かき揚げの舞台が始まる。天ぷら粉はコツがいらない天ぷら粉。熟練の技などなくても
誰もが春の舞台の演出家だ。愛用のかき揚げリングに切っておいた春の食材たちを優しく投入し、熱々の油の中へ。すると、たちまち黄金色の衣をまとい、香ばしい音色を奏で始める。母と共にデパートの最上階にある天ぷら屋さんでランチをいただいた中学生の私。カウンターの目の前で職人さんの手によって揚げられる天ぷらは、普段家で見たことがないような美しさを放っていた。そんなお高いお店で唯一気軽な値段で食べることができた天茶ランチ。その思い出がふとよみがえる。沸いたお湯の中に白神山茶の茶葉を入れる。神楽の里の緑茶、白神山茶は白身の豊かな自然の中で育まれ、香り高くまろやかな味わいが特徴。揚げたてのかき揚げをご飯の上にそっと乗せる。いよいよ思い出の味を味わう時が来た。いただきます。ほかほかと湯気を立てるご飯の上に、パリパリどころかザクザクと音を立てる衣をまとう季節のかき揚げが鎮座。菜の花の緑、たけのこの黄色、玉ねぎの白、白魚の銀。それぞれの色が油の中で魔法のように一つになり、神々しいまでの輝きを放っている。そのままいただいてザクザク食感を楽しんだら、熱々の白神山茶を注ぎ込む。すると茶葉の香りが立ち、かき揚げとご飯を優しく包み込む。かき揚げの香ばしさと春の食材たちの風味が口の中で踊り、白神山茶の香りが鼻を抜ける。この至福の瞬間、まさに春の恵みに感謝せずにはいられない。よもぎ、仏の座を天日干しにする。乾燥させ保存食に。フレッシュな香りと乾燥後の香りの違いを楽しむ。よもぎはよもぎ茶やよもぎ風呂に。よもぎは菊の科の多年草で日本各地に自生する。古くから食用や薬用として親しまれてきた。仏の座は民間療法で外傷や骨折の治療に利用されてきた。残りのよもぎは茹でて冷凍しておく。自然の恵みを無駄なく使う。数日前、春を待ちわびて摘んだよもぎ。それを大切に冷凍し、春の香りを閉じ込めた。今日はこのよもぎで、柚子がほのかに香る特別なよもぎ団子を作る。冷凍されたよもぎは、春の息吹を再び告げるかのように、ゆっくりと解凍される。
すり鉢で丁寧にペースト状にすることで、よもぎの香りが最大限に引き出される。まずはあん作りから。耐熱皿で粒あんと柚子かおりちゃんが出会う。柚子の皮を乾燥させ粉末にしたもの。あんに混ぜれば柚子の爽やかな香りがよもぎの風味を一層引き立てる。電子レンジで温められ、2つが溶け合うとき、柚子の魔法があんに宿る。冷めたらそれを10等分に丸めておく。次は団子生地。ボウルに粉と砂糖、塩を混ぜ、お湯を加えれば生地は滑らかに姿を変える。蒸し器で蒸し、熱いうちにこねれば生地はさらに柔らかさを増す。よもぎを混ぜ込めば生地は春の色に染まる。それを10等分に分け、あんを包み込む。手のひらで形を整える。鮮やかな緑色、ふっくらとした形。それはまるで春をそのまま閉じ込めたよう。一口食べれば、よもぎの香りと柚子の風味が口いっぱいに広がり、優しい甘さが心を満たすはず。里山に日が入り、おやつの時間。よもぎ団子と野草茶の準備を始める。まず、乾燥させたよもぎと仏の座をやかんに入れ、コトコトと煮出すことしばし。琥珀色の野草茶がゆっくりと姿を現す。何個食べる？よもぎ団子の深い緑とあんこの優しい甘さ、野草茶の福育たる香りが五感を静かに満たしていく。春の息吹を感じながら里山の恵みに感謝を捧げる。皆さんの食卓に並ぶ春は何ですか？山菜、魚介、それとも果物でしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。白身の美しい自然、そして温かい人々に育まれた恵み。この動画を通して少しでも皆様にその魅力をお届けできていれば幸いです。チャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは皆様、また白身にいらしてくださいね。次回の動画までごきげんよう。